皆さん、いきなりですがここでクイズです。この式は何の公式でしょうか？聡明なデバオタの皆さんならもうお分かりでしょう。この式はかの有名なフックの法則の公式です。ちなみにこの公式は中学1年生で習うようです。本日はフックの法則をもとにキースイッチにおけるスプリング長とオーカーツの関係について解説していきます。まずフックの法則の公式について解説します。この式は F バネの復元力は K バネ定数と X 自然長からの変異量をかけたもので求められるというものです。これを皆さんも毎日触っているキーボードに当てはめるとこのようになります。正確にはフックの法則における復元力が力を加えた方向と反対方向に働くため F イコールマイナス KX なのですが、ここでは力の大きさのみを考えるためベクトルは割愛します。では本題のスプリングの長さとオーカーツについて解説していきます。まずここに短いバネと長いバネがあるとします。それぞれ短い方を A、長い方を B とします。スプリングは短いものだとだいたい 15mm、長いものだと 23mm くらいですが、キースイッチの内部に入っている時は同じくらいの長さまで縮められています。この時初期オーカーツイニシャルフォースが同じスプリングだとすると、元の長さによってオーカーツはどのように変わるのでしょうか。まずは初期オーカーツを FA、FB とします。初期オーカーツは同じと仮定したので FA イコール FB です。これをフックの法則に当てはめると、バネ定数 K とスプリングの長さの変化量 X でこのように表すことができます。X は元の長さからの変化量です。今回はバネ A の方がバネ B より短いので、元の長さからの変化はバネ B の方が大きいと考えられます。逆にバネ定数 K について考えてみると、KA×X8KB×XB の大きさは等しいので、必然的に KA の方が大きいとわかります。つまり、同じ長さまで縮めた時に同じオーカーツのバネが2つあった場合、短いバネ A の方が長いバネ B よりも硬いバネだということがわかります。では、短くて硬いバネ A と長くて柔らかいバネ B をさらに謳歌した時、どのようなオーカーツの変化があるでしょうか。キースイッチを謳歌した時に縮んだ長さをデルタ X とします。バネ A とバネ B で同じストローク量を仕込んだ場合、デルタ X はこのような式で表されます。先の項目でバネ定数はバネ A の方が大きいことが分かったため、同じ深さを押し込むと、よりバネ A の方がオーカーツが大きくなることが分かります。つまり、短いバネ A の方が押し込むにつれて、急激にオーカーツが増していきます。元の長さによって同じ初期オーカーツのスイッチを同じ距離を仕込んだだけでオーカーツに違いが出ることが求められました。まとめです。元の長さが違うバネでは同じオーカーツでもオーカーツの変化量が変わります。短いバネはバネ定数が高いため謳歌するにつれて急激に反発力が増していきます。つまり謳歌中に螺旋感がだんだん重くなり、底打ち時には初期オーカーツよりも重く感じやすいプログレッシブ非線形な螺旋感の特徴を持つバネになります。続いて長いバネの特徴です。長いバネはバネ定数が低く、底打ちまで反発力の増加は緩やかです。これを言い換えれば、底打ちまで均一な重さを持つリニアな螺旋感の傾向にあると言えるでしょう。今回はキースイッチにおけるスプリング長とオーカーツの関係について解説しました。私が最近集めている磁気スイッチでは、各社こぞってスプリングの長さで競っている傾向にあります。今回の動画で紹介する MMDC1 スイッチは 15mm のスプリングが採用されていますが、短いことは悪いことではないよ、という解説でした。次の項目ではいよいよ MMDC1 スイッチの打鍵音をルブなしとありで比較してみます。